どうも、グデと申します。今回は明けのシルムとククルヤックを討伐していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず明けのシルムの説明をします。弱点は頭部や傘、翼が弱点となっております。ですので頭を積極的に狙いましょう。また属性は水属性や雷属性が弱点となっております。状態異常に関しては爆破属性がやや有効で、他はあまり有効ではありません。次に今回用いる装備の説明をします。武器は前回と同じボーンスラッシャーを用います。防具は足装備だけ変えました。明けのシルムは非属性の攻撃を使うので、イズチグリーブに変えることで非耐性を上げました。ステータスは次のようになります。ということで早速明けのシルム討伐へ向かいましょう。まず明けのシルムの行動パターンを見ていきます。最初が突進攻撃です。これは明けのシルムの頭にある傘の開き方で速度が変わります。傘を閉じている場合はこのように速度が速くなっています。傘を開いている時は速度こそ遅いのですが追尾性が高くなっております。次が砂かけです。速度が速くなっているので素早く横に避けましょう。次がサマーソルト攻撃です。こちらも砂かけと攻撃モーションが似ていますが、同様に横に避けることで対応することができます。次が爪攻撃です。これは起こっていない時の行動で1回だけやってきます。次が振り返ってくちばしを刺してくる攻撃です。こちらも起こっていない時の行動で、撃ってくる前は必ず静止するのでそれが合図となっています。次が2回連続でくちばしで攻撃してくる攻撃です。こちらは起こっている時の行動で、終わった後は隙が生まれます。次は2回連続で爪で攻撃して、その後にくちばしで攻撃をしてきます。くちばしの攻撃には風圧が発生するので注意してください。また、この攻撃は起こっている時にしてくる行動で、攻撃後には隙が生まれます。次が翼の攻撃です。ため時間が長い時は1回だけやってきます。次が翼の攻撃を2回連続で行ってくる場合です。この場合はため時間が短いのが特徴となっています。次が尻尾攻撃です。明けのシルムのお尻側にいると当たりますので注意しましょう。次が3連続の火炎ブレスです。プレイヤー側から見て真ん中、左、右と打ってきます。またしばらく炎判定が残っているので注意しましょう。次が空中で火炎ブレスを放つ攻撃です。この攻撃は2種類あって、1つ目がこのように3回連続で火炎ブレスを放った後、頭で頭突きをしてきます。もう一つのパターンは、空中で3回連続火炎ブレスを放った後に着地せずにもう2回連続火炎ブレスを放ちます。
次が明けのシルムの必殺技です。明けのシルムの足元にいると決して当たりません。ここから明けのシルムを討伐していきます。まず先制攻撃を加えましょう。明けのシルム戦の基本的な立ち回り方は頭を狙うことです。明けのシルムは攻撃パターンさえ覚えてしまえばかなり隙が多いのと、あと突進攻撃とかも必ず終わった後に振り向いてくれるので頭に攻撃を当てやすいです。でこれも頭に攻撃を与えます。このように翼の攻撃はため時間が長いと1回だけやってきます。なので1回目終わった後にため切りを当てましょう。で起こりました。でこれ突進攻撃ですね。傘が開いているので速度は速くないんですけどゆらゆらと突進してきます。でこの突進攻撃が終わった後も尻尾の位置でため切りを構えましょう。そしたら振り向いてくれます。で頭にため切りを当てます。まず爪で1回2回とした後くちばしで刺してきますので、終わった後にため切りを頭に当てます。これは翼攻撃なんですけれども、ためなかったので2回連続で行ってきます。でこれはもう1回やっていきます。この後も隙があります。はい。で、もう1回振っていきます。2回目の攻撃終わった後に頭に攻撃を与えます。で、尻尾の付近でため切りを構えて当てます。で、くちばしを刺すのでため切りを頭に与えます。でこれは3回ブレス。遠くにいると危ないんですけど近くに入ってしまえば当たる要素のない攻撃です。で逃げました。で攻撃を与えます。でこれは尻尾の攻撃ですね。空中でダウンを取るとこのように落ちてきます。空中でダウンさせた場合は通常のダウンよりも攻撃できる時間が長くなるので新ため切りまでちゃんと当てましょう。でこれは傘が開いているのでゆらゆらと突進してきます。当たってしまった場合も焦らずに回避しましょう。で瀕死状態になりましたね。でもう一回攻撃するので攻撃を与えます。これは2パターンありますね。今回はくちばしで攻撃してきました。でため切りを与えます。
つかりました。これで頭に強攻撃を与えます。これも振り向いてくれることを信じてお尻側で攻撃をためました。これで明けのシルム討伐完了です。続きましてククルヤックの説明をします。まず弱点は頭部となっております。また属性に関しては全ての属性がやや通るような肉質となっております。ククルヤックの特徴として岩で身を守ったり岩で攻撃したりするのですが、それがなかなか厄介です。状態異常に関しては爆破がやや効くぐらいです。続きまして今回用いる装備の説明をします。まず武器はアギト1に強化させ、攻撃力を120まで上げました。また防具は胴と腕と腰を変えました。それによって防御力を高めたのと、あとスキルで見切りと攻撃を加えました。また花結びに関しても攻撃力が高くなるような花結びを装備しました。ステータスはこのようになります。ということでククルヤック討伐へ向かいましょう。まずクルルヤックの行動パターンを覚えましょう。まず詰め攻撃です。撃ってくる前に片手を上げます。次が2連続の詰め攻撃です。撃ってくる前にバタバタするのが合図です。次がくちばし攻撃です。こちら4回連続でつついてきます。次が足踏み攻撃です。こちら物を持っている時もやってきます。また怒っている時は2回連続でやってきます。次が持っているものを投げる攻撃です。こちらはプレイヤーにピンポイントに投げてきますので動き回って避けましょう。次が物で叩いてくる攻撃です。これはしてくる前に少し後ろに下がりますので、それが合図となっております。次がクルルヤックの必殺技です。一つ前の攻撃と違う点は、撃ってくる前は後ろに下がらずにその場でジャンプします。ここからクルルヤックを討伐していきます。まず先制攻撃を与えます。クルルヤック戦の主な立ち回り方は頭を狙うことです。ただ物を持っている時は少し違って、壺を持っている時は頭で大丈夫ですが、岩を持っている時はお尻を狙いましょう。今回は壺を持っているので頭を狙って大丈夫です。理由は壺だと攻撃が弾かれないのと、このように壊れやすく、壊れた場合は隙が生まれるからです。ただ岩を持っている場合は攻撃が弾かれるので必ずお尻を狙いましょう。で、怒りました。怒った時は2回吠えますね。岩を持ちましたね。この時は絶対に頭側を狙わない方がいいです。ダメージを一定量与えるか V 破壊を行うとこのように石を落とします。で、怒っているので足踏みは2回行ってきます。クルルヤックは基本的にため切りは行わない方がいいですね。動きが素早いのでため切りを行おうとすると結構空振ります。ちなみにモンハンワールドの時は卵で攻撃したり卵でガードしたりしたんですけれども、モンハンライズからは卵を漁らないようになりました。
これはちょっと無理やりなのでおすすめしません。で逃げましたかね。で瀕死状態になりました。このようにガードしているときはお尻に回ってため攻撃を当てましょう。これでクルルヤック討伐完了です。いかがだったでしょうか。明けのシルムは過去作でいうイアンクックやククルペッコのようなポジションで、初めてモンハンをプレイする方にとっては最初の壁になるのではないかなと思います。そして次回はドスフロギーとフルフルを倒します。ではご視聴ありがとうございました。